みんな、済んだもんです。今日はね、アフリカの国、ブルキナファソについてお届けするのだ。実は、ブルキナファソって名前、1984年に変わったって知ってた？それまでは、ウェボルタって名前だったのだ。へえ、ってなったでしょ？そんな歴史あるブルキナファソのニュース、今日は全部で5つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。シドワイヤスポーツ2025年7月8日号という記事なのだ。ごめんなのだ。今回はウェブページから本文が見つからなかったから要約できないのだ。でも内容は長期になるものだから一緒に見ていくのだ。高潔な人々の国という意味を持つブルキナファソは西アフリカの内陸に位置するワガドゥグを首都とする国なのだ。かつてオートボルタと呼ばれたこの国は1984年に現在の名に変わり大統領制の共和制なのだ。近年は軍事政権が続き政情不安な面もあるけど約2200万人が暮らしているのだ。主な産業は綿花などの農業と金の採掘なのだ。伝統的な音楽や仮面舞踊が盛んでアフリカ最大級の映画祭FESPACO の開催地でもある文化豊かな国なのだ。最近はテロ活動や人道危機が課題になっているけど一日も早い安定が望まれているのだ。一つ目のニュースなのだ。ブルキナファソ経済成長率 3% から変化という記事なのだ。世界銀行がブルキナファソの経済状況について新しい報告書を発表したのだ。これによるとブルキナファソの経済成長率は2023年の 3% から2024年には 4.9% に大きく上がったのだ。これはサービス部門が元気いっぱいで治安が改善して農業も伸びたおかげなんだって。インフレ率はちょっと上がって 4.2% になっちゃったけど極度の貧困に苦しむ人の割合は 23.2% に減ったのだ。特に農村部での改善がすごく目立っているのだ。再生赤字も減って政府の努力が実を結んでいるみたいだね。でも電力の利用はまだまだ課題がたくさんあるのだ。特に農村部では電気が使える人が少なくて国にはすごく大きな太陽光エネルギーの可能性があるのにそれがまだ十分に活かせていないのだ。だから電力供給のためにたくさんの投資や改革が必要だって言われているのだ。これからの見通しとしては2025年には経済成長率が 4.3% になる予定で2027年には 5% まで伸びるって予測されているのだ。インフレ率も落ち着いて貧困も少しずつ減っていくって見ているのだ。政府は再生赤字をさらに減らして借金の割合も下げていくのが大切だって言われているのだ。ブルキナファソ経済これからもどんどん良くなるといいなのだ。2つ目のニュースなのだ。2025年全国植樹データンヌーヤン地域10万本植樹を計画という記事なのだ。ブルキナファソのカスカード州タンヌニャン地域で2025年全国植樹の日が盛大に行われたのだ。7月5日に品村のコミューン薬用林で記念式典があって地域知事のフロレン・ワダーブエ・ワジエさんが主催したのだ。この日は約5ヘクタールの敷地に10種以上なんと2500本もの苗木が植えられたのだよ。すごい数の緑が生まれたのだ。タンヌニャン地域全体では2025年の植樹キャンペーンで10万本もの苗木を植える壮大な目標を立てているのだ。これまでも植樹はしてきたけど知事さんは植えるだけでなくその後の保護と手入れがとっても大切だと強調していたのだ。これからは伝統的な狩人集団の銅蔵さんたちも環境担当の専門家と一緒に苗木を守っていくのだよ。今年の全国植樹の日のテーマは薬用植物コミュニティの健康と気候レジリエンスの源なのだ。みんなで協力して地域を緑豊かにそして人々の健康を守るための努力を続けていくのだね。未来が楽しみなのだ。3つ目のニュースなのだ。
シドワイヤスポーツ2025年7月8日号という記事なのだ。ごめんなのだ。このウェブページからは済んだもんが要約できる主要なニュース記事の本文が見つからなかったのだ。メニューや記事のタイトルはいっぱいあるけれど本文らしきものがないのだ。だから今回は要約できないのだ。4つ目のニュースなのだ。アフリカの交差点大山310号2025年1月という記事なのだ。このウェブページからは特定のニュース記事の全文は見つけられなかったのだ。でもね、ブルキナファソの全国紙 SIDWAYA シドワヤの情報がたくさん載っていたのだ。SIDWAYA はもともと国営だったけど今ではブルキナファソの人たちにとっても信頼されている新聞なのだ。首都のワガドゥグーだけじゃなくていろいろな地方都市でも読めるらしいのだ。このページには最新のニュースの見出しがずらーっと並んでいたのだ。例えば政治では大臣会議で選挙管理委員会が解散されたり国際協力が進んだりする話があったのだ。経済面ではアラブ首長国連邦での投資フォーラムやアフリカでの社会的不平等を減らすための税金の話、トマト工場の建設なんていう面白い話題もあったのだ。社会のニュースだと女性組合による献血活動や都市の犯罪組織が摘発されたり未成年者誘拐の事件なんかも報じられていたのだ。他にも元ナイジェリア大統領の訃報やスポーツ大会、ブルキナファソの映画や音楽に関する文化的な話題もいっぱいだったのだ。SIDWAYA はブルキナファソのさまざまな出来事を幅広く伝えているとっても活気のある新聞なのだね。5つ目のニュースなのだ。ファダ2024年の家畜市場税回収率が 525.88% にという記事なのだ。ブルキナファソのファダモールマっていう町が2024年に家畜市場の税金をなんと 525.88% も集めたのだ。すごいことなのだ。政府が自国の発展に力を入れてる中でこんなに素晴らしい徴収率が出たからカンティギっていう人もびっくりして喜んでるのだ。この数字が何を意味するのかもっと詳しく知りたいのだ。ブルキナファソは高潔な人々の国って意味なんだね。テロとか課題もあるけど経済成長したり10万本の食事を計画したりすごく前向きに頑張ってるのが伝わってきたのだ。家畜市場税の徴収率 525% も驚きなのだ。文化も豊かなこの国がこれからもどんどん良くなってみんなが平和に暮らせるようになることを済んだもんも応援しているのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。